こんにちは、みるみるです。うちの地元でもコナンの公式イベントが行われるようになり、公式イベントに積極的に参加しています。コナンというコンテンツの成果、コナン TCG でカードゲームデビューという方が体感多く見受けられます。初心者の方がつまずくことが多いのがキャラのアクションからコンタクト部分の処理ですね。ルールブックを読んでこの辺りを勉強しようとしても、フローチャートで描かれているだけで初心者には取っかかりにくい部分となっています。そこで今回は初心者にも分かりやすくコナン TCG のコンタクト周りのことを解説します。まず覚えるべき単語が3つあります。アクション、ガード、コンタクトです。アクションは言うならば攻撃宣言です。突撃、神速のような例外を除いて名乗り状態ではないキャラが行えます。アクションとして指定できるのはスリープ状態のキャラもしくは証拠が1枚以上ある事件です。スタン状態のキャラもアクションの対象として指定できます。この動画では後のシチュエーションにおいてもスタン状態はスリープ状態同等です。逆を言えばアクティブ状態のキャラと証拠がない事件にはアクションできないということですね。この数は場に残しておくと厄介ですが、アクティブ状態なのでアクションの指定ができません。そして銀四郎はミスリード持ちで場に残しておくと厄介なので銀四郎に対してアクションしましょう。不動心一で遠山銀四郎に対してアクションします。アクションを宣言したら相手の場にアクティブ状態のキャラがいればガードするか否かの選択肢が発生します。今回は銀四郎へのアクションでガードするか悩んでいますが、事件へのアクションでもガードすることはできますよ。夫カズワでガードを宣言されました。ガードを宣言するときはアクティブ状態のキャラをスリープにして宣言します。ここからキャラ同士の戦闘が発生するコンタクトという状態になります。本来は工藤新一と遠山銀四郎とのコンタクトになるはずが、カズワのガードによって工藤新一と遠山カズワのコンタクトが発生します。ここからコンタクトの解説に入ります。コンタクトでは AP の数値を参照します。コナン TCG では相打ちという概念はなく AP が同じならアクション側が勝ちます。さて、わざわざ AP が同じキャラでガードしてもカズワは負けてリムーブされるのですが、ここでカットインをお互いに一度ずつ使用することができます。カットインについてのルールは複雑そうですが、複雑なのでしっかり頭に入れましょう。今回は AP が同じなので非ターンプレイヤーから使用する権利が発生します。夫相手は AP+1000 のカットインを使用してきました。なるほど、だからガードしてきたんですね。次に私がカットインの使用する権利が発生します。ならば私は AP+2000 をカットインします。カットインは1回のコンタクト中にお互い一度ずつしか使えないため上乗せということはできません。 AP に差がある場合 AP が低いキャラのプレイヤーからカットインの使用の確認になります。事件へのアクションはコンタクトが発生しないためカットインが発動できません。コナン TCG 公式ルールブックだと丁寧すぎて難解ですが、私なりに3項目でまとめました。この3つさえ頭に入っていれば大丈夫です。ここからはカードの効果を見ながらより用語への理解を深めましょう。赤のカードにはアクション、事件した時何らかの効果を得るカードが多いです。このアクション、事件した時というのは事件へのアクションを宣言した時点で確定しますので、結果ガードされたとしても適用されます。このページはアクションした時のスリープ状態とスタン状態のキャラ枚数に応じて AP が上がります。まずはページで事件にアクション、ガードに入る直前で枚数を確認します。そして相手のガード、そしてコンタクト。ページはパワーアップしません。基本を押さえれば今後登場するカードの効果も正しく理解ができますので、ぜひ頑張ってみてください。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。